ジエンドは狙撃の名手であると同時に偽装のエキスパートでもある。奴はその森のどこかに潜み、じっと君を狙っているぞ。迂闊に歩き回っては狙い撃ちされるだけだ。まず十分なカムフラージュを行い、遮蔽物に隠れながらジエンドを見つけ出せ。双眼鏡を活用しろ。奴のスコープの反射を見逃すな。サーマルゴーグルを使うのもいいだろう。隠れているつもりか。どうした？わしはここにいるぞ。動くな。いつの間に。断る。それでもザボスの弟子か。眠るがいい。それでもザボスの弟子か。若いな。こしゃくな真似を。未熟者め、今の貴様は本当の終焉には値しない。丸見えだぞ。まだまだこれからだぞ。森の精霊たちよ、ありがとう、ザ・ボス。素晴らしい弟子だ。これからは若い世代の時代だ。1世紀以上も放浪した。ようやく役目が終わった。素晴らしい幕切れだ。思い残すことはない。これでわしも森へ帰れるよ。山岳の頂上でエヴァと合流するんだ。山岳へつながる坑道はその森の北東の奥にあるという話だろう。坑道に入って山岳へ登るんだ。北東へ向かってくれ。ヤーブラカマラカを取ったみたいね。ヤーブラ、なんだって？ヤーブラカマラカ。ロシア語でミルクの滴るリンゴっていうような意味よ。スターアップルの一種にあたる果実で、その名の通りミルクのように甘くて濃厚な果汁が含まれているの。上下に切ると中心に星みたいな放射状の帯が見られるのも特徴ね。だからスターアップル。そう。この星型の部分はゼリー状でなかなか美味しいって話よ。食べたが、それほどうまくなかったぞ。そんなはずはないけど。いや、うまくなかった。そう。ちょっとおかしいみたいね。ああ、その資料は。あなたの味覚がよ。スネーク、もしあなたに何かあっても血だけはちゃんと残してね。俺の子供が欲しいということか？違うわよ。きっと21世紀にはあなたのような兵士の遺伝子は貴重になるから。遺伝子？そう。
1953年にワトソンとクリックが DNA の二重らせん構造を発見したのは知ってる？いや、一昨年にノーベル医学生理学賞を取ったでしょ。もっとも同じ研究で競っていたポーリングやフランクリンも惜しかったんだけど、悪いがさっぱりだ。あらゆる生物は体の中に設計図となる遺伝子を持っているの。この設計図は卵子精子を介して形を変えながら次世代の子供に引き継がれていく。親子が似ているのはこのためよ。この概念は100年も前からメンデルによって定義されていたんだけど、正体は分かっていなかった。しばらく染色体内の遺伝物質はデオキシリボ核酸ではなくポリペプチドといったタンパク質だと思われていたんだけど、その後デオキシリボ核酸、つまり DNA が生体高分子であることが証明されて、11年前にワトソンとクリックが DNA は二重らせん構造であることを発見したの。興味深い話だが、一体俺に何の関係が？ある個体がどのような性質を持つかはこの遺伝子によって決められている。優れた遺伝子を複製することによって同等の性質を持った別の個体、クローンを生み出すことができるわ。運命は遺伝子に決められるものではない。そうだけど、個体として同一であればより効率化が図れるし、より良い結果が予測しやすくなる。効率化？工場で作られているんじゃないぞ。だけど遺伝物質の正体が分かったことでクローンはより現実に近づいたわ。核移植は理論上可能なの。だからいつか。俺の遺伝子が貴重になると？そう。許されるはずがない。あなたの肉体が失われてもなお、あなたは生き続け功績を残していく。考え方によってはとても名誉あることだわ。パラメディック、君はその技術に興味が？私も医者よ。道徳上は否定したいけど、可能性としては興味がある。特にあなたみたいな優秀な資質を見るとね。褒められるのは久しぶりだが、嬉しくはないな。そう言わないで。どっちにしろ今すぐって話じゃないもの。まだ先の話よ。リーフパターンの迷彩服を着ているのか。リーフパターンは森での偽装効果を上げるために作られた森林迷彩だ。ベトナムでの戦線拡大を睨んで本格採用が検討されているらしい。草むらに隠れる時に着ていれば特に高い迷彩効果を発揮するだろう。スネーク、原始怪獣現るって知ってる？いや、知らないな。北極の水爆実験で氷河の底から蘇った怪獣が海を渡ってニューヨークに上陸するの。怪獣が灯台を襲うシーンやマンハッタンの谷間から現れて建物に穴を開けるシーンもすごかったけど、燃え上がるジェットコースターを舞台にしたラストシーンは本当に迫力だった。ドライブインシアターで見たおかげで臨場感も抜群だったわ。作り物って分かってるのに見てるときは思いもしないでのめり込んじゃうから不思議ね。現実と非現実を区別するのは自分で思ってるほど容易じゃないさ。スネークも任務にのめり込みすぎないでね。たまには休むことも大事よ。モシンナガンを装備しているのか。ああ、ジエンドが使っていたもんだ。なるほど。モシンナガン M1891-30 スナイパーライフルは対戦中から使われている傑作ボルトアクション式狙撃銃だ。モシンナガンは M1891-30 ライフルの製造ラインから特に精度の高いものを選び出し狙撃銃用の回収を加えることで作られる。光学サイトを取り付けたり、トリガープルを軽くしたり、チャージングハンドルを下へ折り曲げたりと、そういった回収だな。モシンナガンの性能の高さは大戦中から広く知られていた。東部戦線のドイツ狙撃兵の中には自分の狙撃銃ではなく鹵獲したモシンナガンを使う者も少なくなかったってくらいだ。あんたの持ってるのはジエンドが対戦中から使っていたものを麻酔弾発射用に改造したものみたいだな。ああ、折りたたみストックとピストルグリップも装着してある。空挺効果するためか？まあよくわからんが、あの名狙撃手が使っていたものだ。整備は万全だろう。ただしモシンナガンはボルトアクション式だから、一発撃つごとに手動で麻酔弾を薬室へ送り込まなければならない。つまり連射はできないってことだ。一発必中を心がけてくれ。スナイパーライフルはスコープを使えばより正確に照準できるはずだ。エイムボタンで構えたら
主観ボタンを押してスコープを覗いてくれ。トリガーはもちろん攻撃ボタンだ。カメラのスティックを押し込むことでスコープの倍率を切り替えることもできるぞ。立った状態でも撃てるが、立ちよりも中腰、中腰よりも歩幅して撃てばより手ぶれを抑えることができるはずだ。うまく使ってくれ。